こんにちは、会長です。今回は会長が激推ししているジャガールクルトのレベルソの魅力についてお伝えしていきたいと思います。これを見た後、レベルソが欲しいと思ってもらえたら嬉しいです。さて、早速ですが、レベルソについてこの5つに触れていこうと思います。まずはジャガールクルトというブランド。ジャガールクルトは1833年創業のスイスの名門時計ブランドです。パテックフィリップなどの超高級時計ブランドにムーブメントを提供していたこともあり、なんといっても技術力の高さが魅力です。このような超絶複雑な機構の時計も作れてしまうというすごいところなんですが、時計をあまり知らない人には知名度が低いんですよね。会長はいい時計が欲しい、だけどあんまり目立ちたくないと思ってしまうんですが、会長みたいな人に最適なブランドではないかと思います。ジャガールクルトというブランドのそういういぶし銀的なところが実にいいですね。次にレベルソの歴史ですが、レベルソは1931年、今から約90年前に誕生しました。このレベルソという名前、ラテン語で回転させるというのが由来なんですが、この時計の最大の特徴は名前の通りケースが180度回転するというギミックです。ではなぜこんな構造になったのかというと、それはポロという競技で風貌が割れないような時計が欲しいという依頼を受けて作られたからなんです。時計をひっくり返せば割れないですからね。ルーツはスポーツウォッチでありながら、今ではドレスウォッチの定番になっているところが面白いですよね。90年も前の時計が今も大きく変わらずに作り続けられていて、しかもこういうストーリーがあるというのも惹かれるポイントになっています。次にデザインについて。レベルソが誕生したのはアールデコの全盛期でした。そのため直線的なモチーフが使われるなど、アールデコ様式のデザインが特徴です。さらにケースの縦と横のサイズは黄金比になっており、美しく計算されたものになっています。文字盤のデザインはクラシックとトリビュートの2種類ありまして、クラシックの方はアラビア数字のインデックスにバトン針、中央は行シェ彫りになっています。こちらの方が定番的なデザインと言えるでしょう。一方でトリビュートはバーインデックスにドーフィン針で三連仕上げの背景によく映えています。こちらは初代レベルソのデザインに近いもので、よりドレッシーな印象を受けます。さらにレベルソには反転するという機能を使って両面が文字盤になっているデュオというモデルもあります。これは表と裏でデザインが違っていて、一粒で二度おいしい的な楽しみ方ができます。とにかくどのデザインもシンプルなんですが、一目でそれとわかるアイコニックなデザインになっています。レベルソのデザインの展開はどれもクラシカルな顔つきで実にいいんですが、完全にこちらを迷わせに来ていて困ってしまいます。ちなみに会長はクラシックかトリビュートかどちらかといえばトリビュートの方を推しています。そしてジャガールクルトの時計は外見だけでなく中身も素晴らしいんです。技術やジャガールクルトらしい素敵なムーブメントが積まれているんですが、このムーブメントの最大の魅力はこの衣装ではないでしょうか。普通時計のムーブメントって丸くて四角い時計にも割と丸いものが積まれていることが多いんです。ところがレベルソには四角いケースにあった四角いムーブメントが積まれているところがいいですよね。よく古典的と言われますが、歯車のレイアウトが1930年代に登場した角型ムーブメントの代表的なものと同じなんです。さらにこの分割されたブリッジも実にいいですね。クラシカルな顔立ちのケースにクラシカルなムーブメントが入っているという時計好きに刺さる要素しかないのがレベルソです。その一方でこのムーブメントは2017年に改良されまして、フリースプラングが採用されています。古典的と言いましたが、こういったところはしっかり現代的にアップデートされているのもとてもいいですね。それとこのムーブメントは手巻きなんですが、よく巻き心地がいいと言われています。実際いいです。言葉では表現しづらいんですが、また巻きたくなるようなそんな感触です。ここまでムーブメントの良さを語ってきましたが、残念ながらシースルーバッグにはなっているものがないので、ムーブメントを直接見ることはできないんです。ただ代わりに裏面にエングレービングを施すサービスがあるので、
自分だけの特別なレベルソにすることもできます。まあそもそものルーツを考えればシースルーバッグにするのは邪道かもしれませんね。原理主義者の会長としてはやむを得ないと思っています。あとムーブメント関係で言えばジャガールクルトは1000時間コントロールテストというものを実施しています。これは精度だけではなく気温変化への耐性、気圧変化への耐性、耐衝撃性、耐磁性、防水性について1000時間かけて検査するものなんですが、これがどのくらいすごいのかといえば単純な時間だけの比較ですが、有名なクロノメーター検定は15日間なので、その約3倍の時間をかけて検査をしていることになります。品質にこだわっているところが非常に好感を持てませんか？さすがジャガールクルトです。では次にメンテナンスについて。メンテナンスで特筆すべきは永久修理を掲げていて、基本的にジャガールクルトが潰れない限り対応してくれることです。これはすごいことで、一部の高級ブランドしかやってないんです。なので高級時計好きが憧れるであろう時計を子供に受け継ぐみたいなことができるわけです。修理費用は高くなりそうですが。またジャガールクルトは2019年からケアプログラムという8年間の国際保証を提供しています。これによってその期間は故障の修理が無料で受けられるなどのサービスが受けられます。ケアプログラムが始まる前は保証期間は2年だったので、8年はでけえんだわ。あとは並行輸入店で買ったとしても、いわゆる並行差別がなくオーバーホールなどを受け付けてくれるので安心して買うことができます。ちなみにオーバーホールの料金なんですが、シンプルなモデルだと77,000円になっています。こんなに素晴らしいレベルソなんですが、注意点もあります。おそらく一番注意しなくてはいけないのはサイズ感です。レクタンギュラーの時計なので表記のサイズだけではイメージがしづらいと思います。ぜひ実物を腕に乗せてみてください。ちなみにクラシックの三振のものはサイズがミディアムとラージという2種類がありますが、トリビュートの方はラージサイズのみなので注意が必要です。あとはクラシックなデザインの時計なので革ベルトが合うと思うんですが、そうすると夏場の汗をどう切り抜けるのかが問題になります。純正のサマーベルトも登場しましたが、いずれにせよ金属ブレスレットと比べると革ベルトは消耗品ですから交換が必要になるのでランニングコストがかかります。なんだかんだベルトの費用はバカにならないですから。逆にベルトで雰囲気を変えられるというのはメリットになるので、その楽しみはありますね。会長は防水加工されたベルトに変えて夏でも使っています。その他に注意することとすれば、レベルソは薄いですし、防水も3気圧なので丁寧に取り扱おうねってことくらいでしょうか。それなりの価格なので雑に扱うことはないと思いますが。ということで今回はレベルソの魅力について紹介してみました。どうしても最後に一言言いたいので言わせてください。レベルソ高いんだわ。会長のイメージはジャガールクルトの価格は名門の割に手の届きやすいものだったんですが、さすがにこの値段だとおすすめしづらくなってきました。とはいえいい時計なのでぜひ一度試してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。